こんにちは、春の日本語ポッドキャストのお時間です。このチャンネルでは教科書では出てこないネイティブが使うリアルな日本語をお届けしています。今日のテーマは日本人の口癖です。皆さん、日本語を勉強していると教科書では出てこないけどなんかよく聞く言葉ってありませんか？日本人は無意識に同じ言葉をよく使います。今日はそんな日本人がよく使う口癖を紹介していきます。早速、まず一つ目。なんかです。使い方は、なんか疲れた。なんかいい感じ。なんかさ、みたいな風に使います。正直これって意味ははっきりしていません。でも会話をするときに言葉を柔らかくしたりとか、考えながら喋っているときに、なんかこんなことがあって、みたいな風にその間と間をつなぐ役割をしています。日本人このなんかっていう言葉すごくたくさん使います。多分私のポッドキャストでもよく聞くことあるんじゃないでしょうか。そんななんかっていう言葉、皆さんもぜひ使ってみてほしいです。というのも、このなんかっていう日本語を話すときにすごく使いやすい便利な言葉なんですね。日本人と話すときとかに、言葉に詰まってしまうときとかあると思うんですけど、そんなときに、なんか、こうで、なんかっていう風に、間になんかっていうのを付け加えることで、その会話自体が自然な流れになったり、すごく自然な日本語に聞こえるようになります。皆さん、日本語で会話をするときとかがあれば、ぜひこれ使ってみてください。そしたら次、二つ目なんですけど、二つ目は、ていうかです。このていうか、使い方は、ていうか、お腹すかないとか、ていうかさ、みたいな風に使います。これは話を少し変えるときや言い直すときに使います。これもすごく便利でよく使います。例えば友達とこうでこうでって話をしているときに、ていうかさ、お腹空かないみたいな風に自然にその会話の流れを変えることができます。これもネイティブがよく使います。そして三つ目なんですけど、三つ目はまあという言葉です。使い方はまあいいんじゃないとか、まあ大丈夫みたいな風に使います。これすごく日本人っぽい表現です。っていうのも、日本人は直接的な言葉で相手に何かを伝えるっていうことを避ける傾向があります。なので、そのアイデアがすごくいいと思わなかったけど悪くもないっていう時に、微妙とか、あんまり良くないっていう風に伝えると、相手が傷ついてしまうかもしれないですよね。なので、そういう時に、いいけど、なんかちょっと微妙だなとか、悪くはないんだけどっていうニュアンスを込めて、まあ、いいんじゃないとか、まあ、大丈夫っていう風に、まあをつけます。完璧じゃないけど、OK みたいな意味ですね。これは初めて聞くと、そのニュアンスつかみづらいんじゃないかなと思います。なので、これに関してはいろんな日本人と話をしてみたり、私のポッドキャストみたいにいろんな日本人が使う日本語を聞いてみて、そのニュアンスをつかんでいったらいいかなと思います。そして4つ目。これも日本人っぽい表現です。ちょっとっていう言葉なんですけど、皆さん聞いたことありますか？ちょっとって少しみたいな意味ですよね。ただ他にも使い方があって、ここで言うちょっとっていうのは、ちょっと難しいとか、ちょっと無理かもみたいな時に使います。実はこれ、相手からのお誘いを断りたい時、無理、いけないっていう風に言うと、相手が嫌な気持ちをしちゃうかもしれないですよね。なので、そういう時にやんわり、ふんわり断るために、ちょっとっていう前置きの言葉を使います。ちょっと難しいとか、ちょっと無理かもっていうだけでも、相手の感じ方が少し変わってきます。まあとかちょっとってすごく日本人らしい相手の気持ちを考えた表現ですよね。ぜひ皆さんも会話の中でこういったまあとかちょっとみたいな言葉もぜひぜひ挑戦してみてください。そして5つ目がすごいです。すごいってすっごく便利な言葉です。今私もすごくって言ったんですけど、これってとってもみたいな意味なんですね。日本人はとりあえずすごいっていう人多いです。何か可愛いものを見た時も、すごい可愛いって言いますし、綺麗なものを見たら、すごい綺麗って言います。
他にも、わー、感動したっていう時も、わー、すごいって言います。こんな感じで、すごいってとってもって意味でも使えますし、すごいっていうただ一つの言葉で、感情だったりとか、その見たものに対する感想としても使うことができます。このすごいって本当にみんなたくさん使うので、これはぜひぜひ勉強している方も使ってみてほしいです。ただ、すごいで言えてしまうだけで、本当はその感情とか、あとは状況を表す言葉、たくさんあるので、ぜひそっちもしっかりと覚えていただきたいなと思います。そしたら次、6つ目なんですけど、これも皆さん聞いたことあります。やばいです。やばいって本当にいろいろ言えちゃうんですね。いい意味にも悪い意味にもなります。例えば、可愛いもの見た時も、やばい、可愛いって言いますし、怖いことがあった時も、やばいって言いますし、体調が悪い時にも、やばい、めっちゃしんどいって言います。やばいってその状況だったりだとか、その感情を表す時にどうしようとかすごいみたいな時も全部やばいの一言で言えちゃったりします。ただ、このやばいを言いすぎると本当に全部がやばいで完結してしまうんですね。で、そうなるとどうしても場面によっては不適切だったりします。なので、やばいの使いすぎには注意してください。次に7つ目なんですけど、7つ目は、え、本当です。これはリアクションの時に使いますね。日本人ってこの会話をしていく中でのリアクションっていろんな種類があるんですけど、その中でも一番みんながよく使うのがこの本当だと思います。相手が何かしてあげようかっていう時にも、本当ありがとうって言いますし、彼氏できたんだよねって言われた時も、本当におめでとうっていう感じで、驚きのリアクションとかびっくりみたいな時に、この本当をよく使います。これ使えるとすごく自然な日本語になるかなと思います。特に友達同士とかで会話をするときは、間のリアクションとかってすごく大事で、それができるとグッドネイティブに近い日本語になってくるかなと思います。最後は、みたいなです。これは何かわからないけど、こんな感じのっていう時に使うことができます。例えば、ラーメンみたいなとか、そうそう、それみたいなっていう風に使います。なので、ぜひぜひ皆さん実践でやってみてください。はい、という感じで今日は日本人の口癖を8つご紹介しました。いかがでしたか？皆さんは日本人がよく使う言葉で、これよく聞くなーって思うもの何かありますか？ぜひコメントで教えてください。こういった日本人がよく使う口癖を知っていくと、ネイティブとの会話が聞き取りやすくなったり、こういった口癖を使えると、ぐっとネイティブみたいな喋り方に近づいてくるかなと思います。このポッドキャストでは、リアルな日本語だったり、日本の生活や文化について、これからもお話ししていきます。次回のエピソードなんですけど、日本はもう少しで春が来ます。なので、私が春にやりたいこと、日本人って春どうやって過ごすのみたいなところ、皆さんにシェアできたらなと思ってます。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。またね。